どうも夜です。5月27日にドラゴンクエスト12の発表がありましたね。スクエアエニックスさん、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみです。ところで皆さんは5月27日にドラゴンクエストのグッズがたくさん紹介されたことは覚えていますか？フィギュアや腕時計、洋服などいろいろなグッズがありましたよね。どのグッズも可愛くて欲しくなるものばっかりでした。もう早く買いたくて仕方がありません。でも発売されるのがまだ先なんですよね。はい、というわけで今回はクロスステッチでドラゴンクエストのグッズを作ってみようという動画です。まあでもいきなり上手に作れるとは思えないので、今回はちょっと練習してみます。用意するものはまずクロスステッチ用の布。この布は普通の布よりも目が粗く折ってあるため刺繍がしやすいです。こんな感じですね。目の粗さは何種類かあります。今回はよくわかっていませんが65目の布を使用します。次は刺繍用の糸です。今回は青、赤、白の3色を用意しました。そして今回はライトエフェクト糸というキラキラしている糸を買いました。今回は練習なので安い糸で良かったんですが、なぜか普通の糸の3倍の値段がする特別な糸を買ってしまって後悔しています。なんで高いの買っちゃったかな。でもすっごいこの糸綺麗なんですよ。次は布を固定する枠です。この枠は用意しなくても構いません。そしてクロスステッチ用の糸を通す穴が大きい針と糸通しです。糸通しは念のため用意しましたが、もしかしたら使わない方が作業しやすいかもしれません。それでは刺繍をする前にどんなデザインの刺繍をするのか図案の準備をしましょう。刺繍のミスを減らすために図面を準備することは重要です。方眼紙に色を使い分けて図面を描きます。今回は刺繍の練習なのでシンプルなデザインのドラゴンクエスト1のスライムを描きます。スライムを描くのに時間がかかるので早送りします。できました。スライムの図面です。ハイライトと目の白のところは色を塗らない方が見やすかったかな。ああ、いいか。それでは早速作業していきましょう。まずは枠に布を固定しました。針に糸を通して、そしたらまず一番下の横一列を刺繍します。ここですね、ここ。どの位置から刺繍を始めればいいのかな。左に縫っていくので、右下から縫い始めましょうか。布の向こう側からこちら側へ針を通します。こんな感じですね。次にこちら側に来た針を1マス左下の穴へ通します。こんな感じです。1マス右下の穴に針を通します。こんな感じですね。これで1マス縫い終わりました。4回布に針を通すと1マスになります。この糸がクロスするのがクロスステッチの特徴です。スライムを完成させるには140マス以上刺繍をしなければいけないので、どんどん作業していきましょう。やっと9マス縫い終わりました。作業に慣れてないからめっちゃ時間かかりました。そして縫ってるうちに裏側がとんでもないことになってました。すっごい糸が絡まってる。皆さんは絡まないように気をつけてください。今回は練習なので諦めて先に進みます。1列縫い終わったら糸の端を処理します。
糸の両端を縫った糸の下をくぐらせて余分な糸を切ります。あれ、なかなか糸が通らないな。こんな感じですね。糸を切ります。糸のもう片方の端も同じように作業します。僕も初めてクロスステッチをやってるので、ちゃんとやり方が合ってるのかわかりません。これでやっと一列完成しました。表面は糸が絡まってないのでよしとしましょう。では次は上の列の口の部分を縫います。ここですね。ここ。赤い糸を針に通して1列目と同じように左に縫っていきます。同じことを繰り返し作業するだけなので簡単です。やっぱりライトエフェクトの糸綺麗だな。買ってよかったわ。値段3倍だけど。はい、縫い終わりました。見て、今回の裏面見て。綺麗に縫うことができました。見比べると1列目と全然違いますね。次は口を完成させます。6マス刺繍すればいいので簡単のように思えますが、糸の端の処理を複数回しないといけないので大変です。まあ、と言ってもやることは一緒なので、コツコツ続ければ必ず完成します。こんな感じで口が完成しました。裏面は糸の端を何回か処理したので、あまり美しく見えませんが、よしとしましょう。同じ作業の繰り返しなので、ちょっとカットします。こんな感じでスライムの半分くらいが縫い終わりました。自画自賛だけどすっごいいい感じじゃない？ちょっと途中で糸が絡まったりしてめっちゃ時間かかっちゃったけどね。今日は疲れたのでまた別の日に作業の続きをしたいと思います。はい、それでは今日もクロスステッチの続きをやっていきます。前回全体の半分くらいが出来上がったので、できれば今日完成させたいな。じゃあ今日はこの目の間の3マスから縫い始めようと思います。あ、間違った。ちょっと何日か経ってるんで感覚が鈍ってますね。はい、1マス縫えました。ちゃんと縫えてるよね。大丈夫だよね。よし、じゃあ作業を続けましょう。はい、縫い終わりました。次はこの一番マスが多い縦の列を縫います。ここは縫い応えありますね。俺刺繍してますって気分が存分に味わえそうですね。この糸を針に通すのがなかなか慣れないな。よし、メインディッシュをいただきます。よし、できました。急にスライムが完成するまであと少しって感じになりました。裏側を見てください、これ。今までで一番綺麗にできた気がします。気持ちいい。ちょっと他の部分の糸が気になりますが、じゃあ次は目の上の縦の列を縫います。できました。次は反対側も同じように縫います。よし、できた。だんだんスライムっぽくなってきましたね。次はこの列を縫います。完成が見えてくると早く完成させたくて黙々と作業しちゃうな。ただ俺が作業してるだけのあまり喋らない動画って見てて楽しい人いんのかな。ちょっと待って、今日スライムを完成させたかったんだけど糸がもうこれしかない。とりあえず糸がある分だけ作業します。青の糸がもう少しあればな。多めに買っておけばよかったな。青い糸がなくなってしまったので、白い糸で目とハイライトの部分を刺繍します。白い布に白い糸だと目立たなそうだな。糸がキラキラしてるから大丈夫かな。
はい、こんな感じで目とハイライトの刺繍が終わりました。縫ってて気づいたんですが、ハイライトのところ一マス間違えてました。まあ練習だし、言わなきゃ気づく人も少ないからいいよね。自分に甘いな。もう青い糸がなくなってしまったので、今日の作業は終わりにします。はい、前回は白い糸で目とハイライトを縫いましたが、この通り今日は青い糸を買ってきたので、スライムを完成させようと思います。よっしゃ、ザクザク縫って今日こそ完成させるぞ。久しぶりに縫いましたが大丈夫そうですね。じゃあこのままどんどん進めます。こんな感じでだいぶスライムが出来上がってきました。もうほぼスライムです。では反対側も同じように縫っていきます。ここを縫い終わりました。次は目の斜め下の1マス空いてるところを縫います。ここですね、ここ。1マスだけ縫うときは縫う時間よりも糸を針に通す時間と糸を処理する時間の方が長いんだよな。はい、最後に黒目を刺繍したら完成です。黒目というか青い糸を使うから青目だけど、瞳を刺繍したらきっとスライムに命が宿ると思います。片目ができました。あと少しで完成します。できました。スライムの刺繍。完成してから気づいたんですが、ここの列が2マス多く縫ってました。失敗した。まあ練習だからね、許してください。というわけで今回はクロスステッチでスライムの刺繍をしました。皆さん覚えてますか？これね、練習なんですよ。練習なのにめっちゃ時間かかったわ。今度 T シャツにスライムのクロスステッチをしようと思ってるので、その時は失敗しないように気をつけます。新しいドラゴンクエストのグッズの発売が待ちきれない皆さん、ぜひドラゴンクエストのグッズを作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。